こんにちは、ミッキーです。今回は2024年最新レポートを吉祥寺カフェ5選としてご紹介します。今回で第6回となります吉祥寺のカフェ特集。インバウンド需要がさらに高まり、東京23区はもはやどこへ行っても混雑。そんな中、土日祝日でも程よい混雑で楽しめるのが吉祥寺です。特に吉祥寺は中央線エリアの中でもカフェの激戦区で事前に調査しないと見逃してしまうような隠れ家空間も多数。いわゆる本当は教えたくないみたいな店舗も多いように感じます。とはいえ円安や物価高に伴い閉店してしまうことも多いカフェ。隠れ家だけども素敵な店舗だからこそ続いてほしい、そんな思いで今回もご紹介していきます。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずご紹介しますのはカフェミミさん。まるでフランス・パリのような雰囲気を感じられる吉祥寺の一軒家カフェ。フランス人と日本人のご夫婦で運営されていまして、お二人のさりげないフランス語での会話や気さくでオープンだけども気配りを忘れないお人柄が大きな魅力のお店です。今回訪れたこの日も朝からフランス人のお客さんやフランス語を勉強する学生さんが訪れておりまして、カフェミミさんだからこその空間がありました。店名にあるミミはフランスのおばあちゃんのニックネームから、M の大きな看板を目印にお店の扉を開けますと、店内には店主さんがフランスで買い付けてきた味のあるアンティーク雑貨がずらり。壁や扉の色合いがポップだけどもナチュラルで、お店全体がとにかく可愛らしい雰囲気になっています。またテラス席もありますので、お庭のオリーブの木を眺めつつヨーロッパスタイルで楽しむのもおすすめです。運が良ければバラが咲いている様子も見られるとのことでした。ほっと一息のカフェとしてはもちろんのこと、大人気なのは朝ごはん、昼ごはんのセット。シンプルながらしっかりお腹を満たせるようなメニューの数々です。今回はモーニングセットとしましてフレンチトーストを注文しました。ふわふわ食感で口の中でとろけるようなフレンチトースト。添えられたアイスクリームと一緒に味わいつつ、シナモンの味付けがほんのり心地よいメニューになっていました。モーニング自体にはオレンジジュースがついているんですけども、さらにセットのドリンクとしてカプチーノもついてきましたので、そのあたりもとてもおすすめです。朝ごはんのセットとしましては、他にはクロワッサンのメニューなんかもございました。ドリンクの組み合わせとしましては、大きなカフェオレボールに入ったカフェオレとの組み合わせもおすすめとのことでございましたので、気になる方はそちらも注文してみてほしいです。フランスの方々はパンをオレに浸して食べることが多いとのことで、そんな背景から大きなカフェオレボールを使ったメニューが流行っているとのことでございました。続いてご紹介しますのは2023年12月にオープンしましたドージャン日和というお店。本場台湾の人気店が監修します台湾の定番朝ごはんやスイーツも味わえるお店です。店内で作る出来たての自家製豆乳を様々なフレーバーで味わえるのが大きな魅力。こちらのお店の監修元、漢数字の2、漢字の吉、漢字ののきを組み合わせてアーディーシュアという名前の豆乳屋さんは、実は台北の四漢チエをはじめ台湾各地で広くお店を展開している大人気のお店です。店主さんが台湾で偶然出会った豆乳の味に感動し、ぜひ日本でもとアーディーシュア豆乳の創業者のもとに何度も足を運んで、その味や技術を習得。2023年12月に吉祥寺にオープンしたお店になっています。日本にある豆乳のイメージをガラリと変えてしまうほど、とても濃厚で大豆そのものの甘さを感じられる豆乳に出会うことができます。もちろんその秘密は自家製である点。お店の大きなガラス窓の奥に外からでも見える大きなステンレス製のマシーンが新鮮な豆乳を生成してくれます。
運が良ければ大豆を投入するところなど実際に作っている場面を目にすることもできます。外観はシンプルでモダンな雰囲気。店内も工房のようなシンプルでおしゃれな広々とした空間で気軽に楽しめるスタンディングスペースがある一方、奥に木でできたテーブルや椅子が並んでいまして、ゆったりと過ごすこともできます。スタンディングスペースには充電コーナーもありましたので、軽く調べ物をする際にもおすすめです。さて、入り口に入りますと、まずはこちら、ショーケースにずらりとボトルが並んでいます。無糖のシンプルなものから、小豆、黒ごま、アーモンド、ほうじ茶や変わったものではキュウリというものもございました。サイズは S と M がありますので、まずは S をご購入いただいて、気に入った場合には M をご購入いただくのがいいかもしれません。気になる味のものは試飲もできるとのことでした。さて、この日は看板メニューでありますシェンドージャンとトウファのセットをいただきました。シェンドージャンは台湾の朝ごはんの定番で、温かい豆乳の中にザーサイや小エビ、ネギなどが入っています。ごま油の香ばしさ、口に含むと濃厚な豆乳の甘みと食材とのハーモニーがたまりません。さらに台湾式の揚げパン、陽亭青というものが添えられていまして、最初はカリッといただきつつ、徐々にスープに浸されてしっとりといただけるような揚げパンになっていました。そしてもう一つはミニサイズでいただけますトウファ。つるんとした食感の日本スタイルと食用石膏で固めたしっかり食感の伝統の2種類から選ぶことができます。朝ごはんとしてもボリュームはちょうど良かったので、ぜひともいただいてみてほしい、そんなお店になっていました。続いてご紹介しますのは、ハティフナット吉祥寺のおうちというお店です。実は過去に高円寺編の動画でご紹介しているんですけども、こちらは吉祥寺にあるお店です。吉祥寺駅から徒歩6分の距離にありますハティフナット吉祥寺のおうち。アパートをリノベーションして作られたおうちカフェになっています。ハティフナットはムーミンに登場するニョロニョロを意味するスウェーデン語。大人の方々も子供に立ち返ってワクワクした気持ちで過ごせるカフェがコンセプトになっています。ミントグリーンの壁と小さな木製の扉、窓枠に飾られた手書きのメニューボードはまるで絵本に登場する小人のお家。お店の中に入りますと、さらにワクワクで溢れる非日常の世界が待っています。小さな入り口の扉は子供の身長に合わせて作られていまして、大人は少しかがまないと入れないところが子供の頃に帰れるようでまた楽しいです。急な階段を上がって2階に上りますと、人気イラストレーターさんが手掛ける壁面いっぱいのカラフルなイラストに囲まれています。イラストレーターさんが手掛ける世界観は店内で提供されますカップにも描かれていまして、隣の雑貨屋さんでも購入することができるとのことです。そんなメルヘンな世界の広がりますハティフナット吉祥寺のお家。いただけるメニューはお食事系からスイーツ系まで様々です。お食事系のメニューはタコや冷たいトマト、アボカドなどが様々なバリエーションのタコライスや焼きナスのカレードリア、さらにトマトのカルボグラタンなどボリュームたっぷりの洋食系が豊富。子供に戻ったような世界観ではありつつ、大人でも十分に満足できるようなボリュームでいただくことができます。ドリンクとしましてはコーヒーやカフェラテ、ジュース類に加えまして、大人の方でも楽しめるようなカクテルなどのアルコール系ドリンクもありました。スイーツ系のメニューとしましては、かぼちゃのクリームの中に冷たいリンゴが入っているかぼちゃくんやモンブランのマロンちゃんなど可愛らしいネーミングがついたメニューがございました。プラス500円でお祝いメッセージを書いたプレートも用意していただけるとのことなので、サプライズなどのシチュエーションにも使うことができるお店です。ちなみに今回は2階の通常の席を利用したんですけれども、2階の中ほどにあります小さな階段を上がりますと、靴を脱いでくつろげるような屋根裏部屋のロフトもございます。こちらでは子供が一緒でもゆっくりとおしゃべりができますので、ママさんたちにも人気とのことです。さて、この日はアボカドのタコライスをオーダー。合わせてバタフライピーのクリームソーダをいただきました。玄米にキャベツ、トマトなどたっぷりの野菜、甘辛に煮詰められたタコミートの上にゴロゴロ食感のアボカドがたっぷりトッピングされまして、ボリューミーでありながらペロリといただけるような味わいになっていました。合わせていただきましたバタフライピーのクリームソーダは鮮やかな濃いパープルが特徴的。バタフライピーと言いますのは東南アジア原産の鮮やかな青いお花で、抗酸化作用が期待できるため美容ドリンクとしても有名とのことです。
美容という言葉を聞くと独特の味なのかなと思い浮かべる方もいるかもしれませんが、実際にいただいてみても癖がなく、むしろ添えられたアイスクリームと調和して甘さ控えめな酸味が心地よいドリンクになっていました。クリームソーダとしましては、こちらのバタフライピーの他にもカシスやバラのクリームソーダなど通常いただくことができないような個性的なメニューがたくさんありましたので、複数メニューを写真等に収めていただけるといいかなと思います。続いてご紹介しますのはタイニーポンタコーヒー吉祥寺店でございます。こちらはホッとする一杯で豊かな人生をとのコンセプトのもと、自家焙煎コーヒーを販売しているお店です。新大寺にカフェと焙煎所がありまして、2号店としてこちら吉祥寺に2023年10月にオープンしました。そんなタイニーポンタコーヒーさんは東急裏エリアにありますひときわ目立つガラス張りの建物の3階にあります。螺旋階段を登った先にある店舗でエレベーターやエスカレーターがなさそうだったので、その点はご注意ください。カフェなどへの卸売りも行っているほどの本格派のコーヒーが魅力で、ここでは入りたての豆を用いて入れたコーヒーを楽しむことができるのも特徴的です。店主さんはプロの焙煎師の資格を持ちまして、コーヒーに関する講座の講師を務めるなど、コーヒー界隈ではかなり有名な方とのことです。ちなみにポンタというのはそんな店主さんのあだ名とのことです。店内は白を基調としたシンプルかつモダンにまとめられた空間。コーヒー豆をひいた香りで満たされています。優しい外の光が差し込むカウンター席が8席ございまして、外の風景を眺めながらコーヒーをゆっくりと楽しむこともできます。この日はあまり天気が良くなかったんですけれども、晴れた日にはより光の加減もいいかもしれません。さて、コーヒー自体に関しますと、販売されている品種を中心にテイスティングもできますので、そのコーヒーの魅力を十分に味わうことができます。また、提供いただけるドリンクはアメリカーノやカフェラテなどのエスプレッソベース、ハンドドリップコーヒーなどのコーヒー系に加えまして、みかんジュースやココアなどのノンカフェインドリンクもありましたので、もしコーヒーが苦手な場合でも安心です。そんな中、今回はカフェラテと焼きたてのベルギーワッフルをオーダーしました。カフェラテはさすがのスペシャルティーコーヒー専門店ということで、豆の旨味をしっかりと感じられるようなコーヒー好き必見のメニューになっていました。もちろんラテアートのクオリティも抜群です。そして注文後に焼いてくれますこちらの焼きたてのベルギーワッフル。プレーン、ナッツ、紅茶の3種類の自家製生地から選ぶことができます。焼きたての生地は中はふわふわ、外はサクサク。ワッフルに添えることができるソースは4種類から選ぶことができまして、この日はストロベリーソースを添えていただくことにしました。他にはチョコ、キャラメル、蜂蜜もありましたので、気になる方はそちらのソースを注文してみてほしいです。そして最後にご紹介しますのは衣茶屋さんです。日々の生活に彩りを、そんなコンセプトで運営するセレクトショップにあります美味しい紅茶とスイーツがカジュアルに楽しめるカフェです。ビルの2階、ガラスで緩やかに仕切られた2つのお店、シャツブランドのショップとナチュラルな雰囲気のカフェが隣接しています。店主さんはシャツのデザイナーさんとのこと。たくさんのものが溢れる世の中で、本当にその人にとっていい買い物をしてほしい。物に迷ったらガラス張りの隣のカフェでお茶を飲みながら、そんな思いで運営されています。ご自身のクローゼットを思い返しながらゆっくりと考えることができる、そんな空間を作りたくてこのお店を始めたとのことです。店内はビルの2階にいることを忘れてしまうほど、訪れた方々ができるだけゆっくりと過ごせるように、幅や高さにこだわって選ばれた木のテーブルや椅子が並んでいます。カフェのおすすめは紅茶、そしてランチも人気。最近は知識がないと入りづらい紅茶専門店が増えてきたとのことですが、こちらの店ではカジュアルな雰囲気で楽しめるというところを魅力にしたいと店主さんは語っています。とはいえ、紅茶の種類は豊富。ニルギリ、ダージリン、アッサムなどスタンダードなものやロイヤルミルクティー、ほうじ茶ミルクティーなどのアレンジを加えたものも楽しめますので、紅茶好きでもきっと満足するはず。
お店では茶葉の販売もされていますので、気に入った場合にはご自宅用に購入されるのもいいかもしれません。他にもご覧のようなスコーンの販売があったりとか、夏にはかき氷や季節限定のソーダやタルトもあるとのことでした。また、先ほどご紹介しました通り、ランチも人気。紅茶がついたトマト煮込みセットやキッシュのセットをいただくこともできます。ちょうどこの日に訪れた際には、季節のおすすめとしまして、季節限定のアイスドリンクが販売されていました。一つはレモンシャーベットソーダ、もう一つはチャイティーレモンソーダです。特に気になったのはチャイティーのレモンソーダ。スパイスの効いたチャイティーに自家製のレモンシロップを加えた大人のソーダになっていましたので、気になる方はそちらも注文してみてほしいです。また、かき氷としては4種類提供されていまして、アールグレイミルク、チャイミルク、レモン、練乳などがございました。いずれも税抜きで1600円から1700円程度と少し値段はするんですけども、夏だからこそ味わえるような魅力に触れてみてほしいです。もちろん今さっきご紹介したシロップの他にもトッピングを加えることでその魅力も倍増。練乳、チャイミルク、牛乳アイスがあるとのことだったので、ぜひ気になるものをトッピングしていただいて注文してみてほしいです。さて、そんな中、リンゴのタルトに紅茶のアイスをトッピングしてアイスミルクティーブレンドをセットでいただきました。お店自体がタルトと紅茶のカフェと銘打っているだけありまして、特におすすめなのがお店で焼き上げています旬の果物を使ったタルト。フランスでも学んだことがあるということで、シンプルながら王道のタルトになっています。中でも一番人気なのがこちらのリンゴのタルト。リンゴをスライスしてバター、きび砂糖、白ワインでソテーした後にアーモンドクリームをタルト生地に敷いている、そんな工夫がされたメニューです。この日に添えました紅茶のアイスとのペアリングも抜群でございましたので、ぜひとも同じようにいただいてみてほしいです。もう一つはこちらのアイスミルクティー。やはり茶葉にこだわりがあるとのことで、紅茶の旨味がしっかりと感じられるようなシンプルながら味わいの深いアイスミルクティーになっていました。以上、今回は2024年最新レポートを吉祥寺カフェ5選としてご紹介しました。今回ご紹介したカフェは少し駅から離れていたり、階段を上る必要があったりとハードルがあるのも特徴的です。一方で、そんなお店だからこそ絵画的に楽しめますので、皆さんも一度訪れてみていただいて、気に入った場合にはリピートしていただくのもいいかもしれません。また、いずれのお店に関しましても、事前知識があることでより楽しめるかと思いますので、ぜひ復習していただいて、実際に訪れた場合にはどのメニューを注文するかというところまで考えていただけるといいのかなと思いました。もちろん本動画の概要欄にはお店の位置情報も載せていますので、ご自身の Google マップにもピン止めしていただいて訪れるのがいいかもしれません。ぜひ冒頭でご紹介しました通り、都会の喧騒を少し離れつつ落ち着いたカフェ巡りをしてみてほしいです。以上ミッキーでした。ありがとうございました。